ハローセイビア、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、現在実装されている精鋭伝説カード、全26枚を完全解説していくぞ。おお、精鋭って名前からして、どれも強そうね。甘いなレ夢ム、実は精鋭伝説の中には、ほとんど出番がないカードもあるんだ。それは大変、頑張って育てたカードが、実は微妙だと分かったらショックすぎるわ。そうだろう？だからこの動画を見て、本当に育てるべきカードを見極めてほしい。それでは早速、ゆっくりしていってね。まずは鋼鉄カードから見ていこう。1枚目はアンドレス。初心者向け評価は星5、上級者向け評価も星5だ。ちょっと、一発目から満点は早すぎるでしょ。この後紹介するカードが泣いてるわよ。だが仕方ない。なぜならアンドレスは、リーダーカードの攻撃回数を2回も増やす、唯一無二のカードだからな。確かに、代わりが効かないっていうのは価値が高いわね。それで、アンドレスは一体どんな場面で使われるのかしら？そうだな。例えば試練の塔では、ドロレスを何回も攻撃させて爆弾を作りまくる、ドロレスデッキがよく使われるな。なるほど。攻撃回数を増やすと、スキルの発動回数も増えることを利用するのね。その通りだ。そして特に序盤でおすすめなのが、ジュジュソナと組み合わせてジュリアンを6枚コピーする、ジュリアンデッキだ。ジュリアンを集めた状態でトリックを使うと、雑魚敵をあっという間に蹴散らせるぞ。その他、アンドレスは古代の次元門でもよく使われるな。アンドレスって序盤から後半まで使い道があって、しかもいろんなコンテンツで活躍するのね。これなら満点でも納得だわ。どんどん紹介していこう。次はシャオランだ。シャオランの評価は、初心者向けが星3、上級者向けが星2だ。さっきより控えめな評価ね。どんなカードだったかしら？シャオランは2ターン間、クリティカル率を 100% 上げるカードだ。序盤で強いコンボとしては、日陰の刃と組み合わせると火力が出るぞ。白猫将軍と似ているけど、シャオランの方がスキルを発動させやすいわね。そうだな。一方、ゲーム後半の使い道としては、ボスへのとどめの一撃を確実にクリティカルにしたい時だ。はは一ターン前にシャオランを使えば、次の攻撃が必ずクリティカルになるってわけね。その通りだ。だが、現環境最強のフィニッシャーは自前でクリティカルを出せるため、シャオランの出番は一部のイベントに限られている。それから、ゲーム後半ではバフの持続ターン数が短くなるせいで、シャオランの効果が使ったターンに切れるんだ。次のターンまで続かないなら、かなり用途が狭くなるわね。そうなんだ。今のところ、シャオランはそこまで優先して入手するカードではないと思うぞ。次に紹介するのは羅刹だ。初心者向け評価は星4、上級者向け評価も星4ね。羅刹は攻撃するたびに攻撃力が上がるカードだ。しかもリーダースキルで攻撃回数が3回も増えるので、とても使い勝手がいい。リーダーにするだけでも強いのは、初心者にとって嬉しいポイントだわ。そうだな。一方ゲーム後半では、ハンドにオネストを置いて、さらに攻撃回数を増やして使うんだ。この戦法は、一部のイベントのボス戦で大ダメージを与えられるぞ。二つ前に紹介したアンドレスとの相性もいいわね。攻撃回数がさらに増えるわ。イベント以外だと、羅刹は古代の次元門で使われることもあるな。初心者から上級者まで使えるのは高評価ね。ぜひ入手しておきたいカードだわ。次は水属性の鋼鉄カードを紹介していくぜ。まずはスカーレットだ。初心者向け評価は星5、上級者向け評価は星4。これもかなり評価が高いカードね。それもそのはず。スカーレットは鋼鉄カードでは貴重な、全体攻撃ができるカードだからな。しかも、与えるダメージも高いのよね。序盤なら、リーダーにするだけで大抵のウェーブは突破できるんじゃないかしら？そうだろうな。ゲーム後半では、古代の次元門で、レダクロラにスキルを複製させて使う人がいるぞ。レダクロラと一緒に使えるのも鋼鉄カードの強みよね。火力の高い全体攻撃って、やっぱり頼りになるわ。次に紹介するのはロエン。初心者向け評価は星3、上級者向け評価は星2だ。あら、意外と渋い評価ね。コンボがない時に倍率を底上げしてくれるのって、とても便利そうに見えるけど？確かに序盤なら、保険としてデッキに入れてもいいだろう。だがゲーム後半になると、古代の次元門以外では、さすがに倍率が足りなくなってくる。中途半端な保険をかけるくらいなら、デッキ圧縮カードなどを入れて、強力なカードを引きやすくした方がいい。
最近実装されたばかりのカードだから、今後化けるかもしれないけど、今はあえて狙うほどでもなさそうね。次は貴族性の鋼鉄カードだ。まずはバルキリア。評価は初心者向けが星3、上級者向けが星1ね。実はバルキリアは、精鋭伝説の中でも、特に扱いづらいカードだと言われているんだ。そうなの？ハンドのカードも攻撃するって、かなり火力が出そうだけど？確かに、序盤ならド派手に活躍してくれるだろう。だがゲーム後半では、デッキのほとんどがコンボパーツで埋まるので、ハンドをすべて捨てるスキルが使いにくくなるんだ。言われてみれば、トリファンのハンドは、コンボパーツを温存するために使うのが基本だものね。その通りだ。それに加えて、バルキリアをリーダーにするのに1ターン消費する。ゲーム後半の1ターンは貴重だ。敵に一撃でやられるからな。確かに、敵を倒すための準備をしなくちゃいけないのに、バルキリアを使っている暇はないわね。ああ、でもいつか、彼女とシナジーがある強力なカードが追加されるかもしれない。そうすれば一気に評価が変わるかもしれないぞ。次はドラゴを紹介しよう。初心者向け評価は星2、上級者向け評価も星2だ。あらま、さっきに続いて、また控えめな評価ね。ドラゴは強力な一撃を出せるカードだと思うけど？確かにドラゴのダメージは強力だ。だが、ドラゴよりも火力を出せるカードが追加されてからは、ほとんど使われなくなってしまったんだ。上位互換が出ると、全く見向きもされなくなるのね。フィニッシャーの悲しい宿命だわ。カードゲームあるあるだよな。今となっては、ドラゴは彼にバフが乗るイベントぐらいでしか出番がない。ダイヤを節約したいなら、ドラゴはスルーしても問題ないと思うぞ。鋼鉄カード、ラストはバイペリオンだ。初心者向け評価が星1、上級者向け評価が星4。随分極端なカードね。そう、バイペリオンは敵一体にしか攻撃しないし、対してダメージも出ない、初心者には全くおすすめできないカードだ。今のところすごく弱そうよ。どうして上級者は使っているのかしら？バイペリオンの進化は、毒ダメージにある、毒を付与するカードの中で、バイペリオンは屈指の大ダメージを出せるんだ。だから、普通の攻撃が効かない都人相手に、高いランキングを狙う上級者たちはこぞって使っている。なるほど、毒しか効かないボス戦で活躍するのね。その通りだ。それに、毒ダメージにバフが乗るイベントでも、バイペリオンは定番のカードだ。癖は強いけど、刺さる場面では優秀ってわけね。余裕があれば確保しておきたいカードだわ。See youの動画。ここからは魔法カードに入ろう。まずは人形使いを一気に3枚紹介する。バニー、テディ、キャシーの3枚だ。これらは属性が違うだけで、敵に追加ダメージを付与するスキルは同じなのよね。そうだ。そして人形使いの評価は、初心者向けが星5、上級者向けも星5だ。また満点かよ。いくら強いとはいえ、やりすぎじゃない？いやいや、強いなんてもんじゃないぜ。人形使いの実装で、トリファンの環境は一変したんだ。まず、人形使いはほぼ全てのコンテンツで活躍する。例えば、ジュリアンのような、ターン経過なしで攻撃するカードを組み合わせれば、全焼基地や試練の塔をクリアできる。さらにバフを乗せれば、魔人やカシウスすら倒せるし、デッキを工夫すれば、ゴブリン鉱山を1ターンで完走することだって可能なんだ。まさにゲームチェンジャーね。これ1枚あれば十分じゃない。その通りだ。おまけに、人形使いは古代の次元門でも猛威を振るっている。セリウスと違って、ウェーブをまたいでも効果が持続するから、人形使いの使用が前提となっているくらいだ。こんなに強いカードだとは思わなかったわ。人形使いを持っていないなら、どれか1種類は必ず確保しておいた方がいいわね。ところで、人形使いは3種類いるけど、結局どれが一番いいのかしら？それについては、また別の動画でじっくり解説しよう。動画を見逃さないように、チャンネル登録をして待っててくれ。次に紹介するのは忍。初心者向け評価は星5、上級者向け評価は星3だ。あら、上級者向け評価が意外と低いわね。忍はデッキから出るときに攻撃してくれて、とても頼りになるカードよ。確かに、忍は勝手に敵を攻撃してくれて、めちゃくちゃ強いカードに見えるよな。だが、ゲームを進めるにつれて火力不足が目立ってきて、単体では厳しくなっていくんだ。確かに、後半の敵は体力がバカみたいに高いもんね。ああ、そこで登場するのが、さっき紹介した人形使いだ。なるほど、人形使いを使った後に忍を出せば、複数の敵に大ダメージを与えられるってことね。その通りだ。このテクニックは、試練の塔の一部のシーズンで使われる。
ダイヤに余裕があるなら、忍は持っておいて損はないはずだ。次はブラッディアを紹介しよう。初心者向け評価が星4、上級者向け評価が星2ね。ブラッディアは敵を倒すともう1回攻撃するカードだ。しかも、攻撃するたびに攻撃力が上がっていくのよね。そうだな、序盤のうちは、キャロルラインやリクソンのように敵を殲滅してくれるだろう。だが、ゲーム後半になると敵の体力が高くなるため、そもそも敵を倒せなくなるんだ。活躍させようにも、攻撃力アップに上限があるのが残念よね。そうなんだよな。ブラッディアは、彼女にバフが乗るイベントぐらいでしか使われていない。ダイヤを貯めておきたいなら、無理に狙わなくていいと思うぞ。ここからは水属性の魔法カードだ。まずはイリス。初心者向け評価は星5、上級者向け評価は星4だ。イリスって敵全体に攻撃するカードよね。もうそれだけで、初心者には頼りになるカードだわ。そうだな。しかも、既存のローランドやコリンヌと違って、イリスはハンドの攻撃力を吸収するから、結構なダメージを出せるんだ。特に古代の次元門では、イリス、エリザベス、うちの3枚に、超越スキル、準備耐性をつけて、初手に敵を一掃する戦法がよく使われている。やっぱり全体攻撃って心強いわ。これはぜひ確保しておきたいカードね。次はリサを紹介しよう。初心者向け評価は星5、上級者向け評価は星4だ。さっきに続いて、これも評価が高いカードね。毒を巻くカードって弱いイメージがあるけど、リサはどうして強いのかしら？リサはリーダースキルで毒ダメージにバフを乗せるので、低レアの毒カードと違って、かなりのダメージを出せるんだ。特に序盤では、ジュジュソナでリサを4枚コピーして、リサのトリプルで攻撃する、リサデッキがおすすめだぜ。ジュジュソナがいないなら、エリザベスやポイベと組み合わせるのもありね。そうだな。それに、リサは毒ダメージを強化するので、少し前に紹介した、バイペリオンを使うならほぼ必須になる。毒デッキを組むなら、絶対に持っておきたいカードね。次は貴族性の魔法カード、エリナを紹介するぜ。初心者向け評価は星5、上級者向け評価は星3ね。このカードは、前に紹介した忍とよく似ている。登場時に敵全体にダメージを与えるから、初心者には頼もしいカードだわ。そうだな。しかもエリナは、登場時効果を2回発動させるという、唯一無二のスキルを持っている。忍はもちろん、ウィルターなどの狩人カードと組み合わせるのがおすすめだ。このカードもゲーム後半になると、やっぱり火力が足りなくなるのかしら？残念ながらその通りだ。人形使いと合わせるのが必須になってくる。エリナは試練の塔の一部のシーズンで使われることがあるので、ダイヤに余裕があれば確保しておきたいカードだ。魔法カード、ラストはカメリアだ。初心者向け評価は星3、上級者向け評価は星4ね。カメリアは、魔法カードに特化したバフカードだ。おすすめの組み合わせはドロレスやリサ、そしてなんといっても、人形使いキャシーとの相性が抜群だ。強運やメギュゴンともコンボを作れば、敵を一掃できて強力だぞ。安政の貴族性版って感じで、頼れるサポーターなのね。上級者になるまでには、ぜひ入手しておきたいカードだわ。See youの動画。ここからは新生カードに入るぞ。まずはミカだ。初心者向け評価は星5、上級者向け評価は星3ね。ミカは墓に入るときに、敵全体にダメージを与えるカードだ。おまけに、退場時効果を2回発動させるという、唯一無二の効果を持っている。少し前に紹介した、エリナの逆バージョンって感じね。そうだな。このカードの評価も、エリナと似ている。序盤は敵を全滅できるくらい強力だけど、後半になると、人形使いと組み合わせないと火力が足りなくなるのね。その通りだ。エリナと同じく、ミカは試練の塔の一部のシーズンで使われることがある。ダイヤに余裕があれば、確保しておくのも悪くないぞ。次に紹介するのはアンディ。初心者向け評価は星1、上級者向け評価は星5だ。ものすごく極端な評価ね。上級者しか使わないってこと？その通りだ。アンディは現環境で最強のフィニッシャーだと言われている。魔人の遺跡やイベントで高いランキングを狙うなら、まず必須になるカードだ。最強って痺れるわ。私も上級者になった時のために、アンディを確保しておいた方がいいかしら？いや、それはおすすめしないな。理由は3つある。まず第一に、バフカードが少ない序盤では、アンディの強さを活かしきれない。第二に、アンディはフレンドから借りられるので、自分で育てる必要があまりないんだ。
そして第3に、今後アンディを超えるフィニッシャーが実装されたら、アンディの使用頻度は激減するだろう。巨著やドラゴも、上位互換が出てから一気に使われなくなったものね。そうなんだ。アンディは現環境では確かに必須のカードだが、今初心者の人は、無理に確保しなくてもいいと思うぞ。次はリリースだ。初心者向け評価は星2、上級者向け評価は星5ね。アンディが最強のフィニッシャーなら、リリースは最強のバフカードと言えるだろう。残り体力が少ないほど、コンボ倍率を上げるのよね。その通りだ。リリースは清掃大王と組み合わせて、様々なボスダンジョンで大活躍している。もちろん、リリースを使う前に、ラファエルやヤマサで体力を削っておくのを忘れずにな。私も今のうちに、リリースを入手しておいた方がいいかしら？そうだな。バフカードは上位互換が実装されても、フィニッシャーほど腐りにくい。持ってても損はないはずだ。次は水属性の新生カードだ。まずはタリック。初心者向け評価は星1、上級者向け評価は星2だ。あれま、かなり厳しい評価ね。ハンドにバフを乗せるから、ボス戦で活躍すると思うけど、それが少し違うんだ。タリックのバフは、カードがハンドにいる間にしか適用されない。ってことは、カードをフィールドに移動した瞬間にバフが切れちゃうの？そういうことだ。だから、このカードは活用するのが難しい。一応、イリスやバルキリアと相性がいいが、タリックを使っている余裕はおそらくないだろう。現状では、ハンドを活かすカードが少ないのよね。そうなんだよな。今のところ、タリックの入手優先度は低いと考えていいだろう。次はエラシアを紹介しよう。初心者向け評価は星3、上級者向け評価は星4ね。エラシアは攻撃力に応じたシールドを生成し、複数の敵にダメージを与えるカードだ。主に古代の次元門で、カボチャ爆弾の対策に使われている、ディアーナと組み合わせるのが定番だな。シールドの量もそこそこ多いし、序盤の防御役としても頼りになりそうね。そうだな。特に、エラシアを使った後、氷の女王を捨てる動きが強力だ。ダイヤに余裕があれば、ぜひ入手しておきたいカードね。次に紹介するのはニャー。初心者向け評価は星1、上級者向け評価は星2だ。かなり辛口の評価ね。デバフを解除してくれるカードって貴重だと思うけど、確かにその通りだ。しかも、デバフを3つ解除すれば、コンボ倍率がものすごく跳ね上がるしな。じゃあ、どうしてこんなに評価が低いのよ？それはだな、プレイヤーに複数のデバフを与えてくるボスがほとんどいないからだ。ポテンシャルはあるのに、環境のせいで活躍できないなんて、あんまりだわ。そうだな。でも逆に、ニアーが輝けるようにお膳立てされた一部のイベントでは、かなり強力だ。活躍の幅は狭いが、高いランキングを狙うなら確保しておいた方がいいぜ。ここからは貴族性の新生カードを紹介するぜ。まずはセリーヌだ。初心者向け評価は星4、上級者向け評価は星2ね。セリーヌは数ターン間、敵全体にダメージを与え続けるカードだ。ターンをまたいで全体攻撃してくれるなんて、とっても強いじゃない。確かにそう見えるが、実際には、他の全体攻撃カードと比べて火力が低いんだ。ゲーム後半になると、活躍の幅は狭くなる。一部のボス戦で、周りの雑魚敵を処理するのに使う人がいる程度だな。持ってたら便利だけど、必須とまでは言えないわね。ダイヤを節約したいなら、スルーしても良さそうだわ。次はヨハンナを紹介しよう。初心者向け評価は星4、上級者向け評価も星4ね。ヨハンナには、注目すべきスキルが2つある。1つ目は、敵の攻撃をガードするスキルだ。グレートと同じね。緊急時に何度も助けられたわ。そうだろう？ゲーム後半でも、魔人の遺跡や試練の塔で使っている人がいるぞ。2つ目は、他のカードの攻撃力を上げるスキルだ。新生カードって、攻撃力とはあんまり相性が良くない気がするけど、どうやって使うのかしら？おすすめは、超越スキル、回復しか知らないバカをつけた、デリーンと組み合わせた剣なデッキだ。大量のシールドを貼れるから、後半の全勝基地でも通用するぞ。ガードもバフもできるなんて、汎用性が高いわね。ダイヤに余裕があれば、ぜひ入手しておきたいわ。最後はロアンで締めくくろう。初心者向け評価は星3、上級者向け評価は星2だ。最後にしては締まらない評価ね。まあ、このカードの立ち位置は、最初の方で紹介したロエンとほとんど同じだからな。強いて言えば、ロアンは専用超越スキルで食料を変えられないので、ロエンの方が取り回しがいいと思うぞ。なるほど。
ダイヤに余裕がなければ、スルーしても問題なさそうね。シーヨの動画。ということで、すべての精鋭伝説カードを見てきたぞ。いやー、ボリュームたっぷりだったわね。どのカードにも個性があって面白かったわ。それは良かったぜ。もちろん、環境が変わればカードの評価も変わってくるから、注意が必要だ。それと、もう一つ補足なんだが、この動画を作っている最中に、新しい精鋭伝説カードが追加されたんだ。あら、それはタイミングが悪かったわね。実装周期を読めなかった私のせいだがな。それで、今回の評価では、新カードの影響は考慮していない。新カードの考察は別の動画でやっているから、気になる人はチェックしてくれよな。この動画が参考になった人は、チャンネル登録と高評価をよろしくね。それではご視聴、ありがとうございました。